トースターで楽ちんお弁当3日間。焼きロールキャベツ弁当を作るよ。春キャベツを600ワットで1分半温めて、水気を拭きます。キャベツを広げて、豚肉をのせ、ケチャップにコンソメを少し混ぜて薄く塗ります。スライスチーズ、豚肉、ケチャップを塗ったら、キャベツの両端を内側に折り込んでくるくる巻きます。春キャベツの緑が鮮やかで綺麗ですね。女性やお子さんにはもっと小さく作ると食べやすいと思います。ベーコンをチーズでくっつけましたが、チーズが苦手ならパスタを刺して留めてね。フライパン用ホイルを適当に箱の形に折って、ロールキャベツを並べます。冷凍のむきエビを2個600ワットで1分温めます。はんぺんの3分の1を潰して、卵1個、白だしとみりん少々、砂糖小さじ2分の1を混ぜ、ホイルカップに注ぎ入れます。アボカドを加熱するときは熟していないものを使います。皮を貫通すると危ないので、まな板の上で切ってね。さいの目切りにしたアボカドとマヨネーズ、エビ、チーズをのせて、ウインナーに切り込み、トースターで焼きます。アボカドは加熱しすぎると味が落ちるので、200度で7分焼いて取り出しました。他はホイルをかぶせてまた8分くらい焼きました。焼いている間、他のことができるので楽です。卵にはんぺんを入れると時間が経ってもふわふわ。おかずが冷めたらお弁当箱に詰めます。ロールキャベツは断面がきれいにくるくるなので、半分に切ってもいいですね。仕上げにケチャップとパセリをかけて完成。春キャベツが柔らかくて美味しい。鮭のマスタードパン粉焼きを作るよ。まず厚揚げ用に味噌、みりん、長ネギを混ぜます。厚揚げの油をキッチンペーパーで拭いて、食べやすい大きさに切り、ネギ味噌とチーズをのせます。フライパン用ホイルを適当に四角く折って、水気を拭いた鮭にしっかりめに塩と胡椒を少々、粒マスタードを塗り、
マヨビーム、パン粉とオリーブオイルをかけます。熟していない固めのアボカドにベーコンを巻きます。卵に塩を少し振ってトースターで焼きます。まず200度で7分焼いたらアボカドベーコンを取り出してまだ柔らかい卵をおにぎり用の海苔で巻きます。さらに8分くらい焼きました。さあ、おかずが冷めたら詰めます。実は先日、パパさんが救急車で運ばれました。車のタイヤ交換中にジャッキが壊れ、指が潰れてしまったかと、救急車の中で涙が止まりませんでした。幸い、骨折で済み、神経も無事です。大変なことにならずに、本当に良かった。鮭のマスタード焼き、美味しいよ。ささみと野菜のグリル弁当を作るよ。ささみは筋を取り、一口大に切ります。しっかりと塩で下味をつけておきます。冷凍むきエビを600ワットで1分温めて、パプリカとナスを一口大に切ります。パパさんの怪我のことですが、リストラ人事で心が折れる前は明るくて仕事も休まず強いタイプでした。でも心が弱っている時は判断力や注意力がいつも通りではなく、絶対に無理をしてはいけないと実感しました。怪我の後またなんかもう心が絶望してしまったというパパさん。こんなに不運が続いたらあとはもういいことしかないよ。大丈夫。毎日そう言ってやっとまた元気に復職プログラムに行き出しました。肉や野菜に調味料、黒胡椒をかけます。ちくわは縦半分に切り、茶色い方にスライスチーズをのせて、ハートの形になるように折って爪楊枝で留めます。ホイルカップにベーコンと卵、塩をかけてトースターで焼きます。型抜きして冷凍してある人参を水と白だし少々入れて600ワットで1分半加熱します。今日は海苔弁にしよう。ちくわが焦げそうだったので取り出しました。もう少し焼きます。冷ましている間にご飯に鰹節を薄くのせて、海苔を小さく切り、醤油を少しつけてご飯にのせていきます。海苔は縮むので重ねるようにのせます。そのままでもいいのですが、
今回は串に刺しました。バーベキュー風です。レモン塩の味付けが爽やかで美味しい。ちくわは冷めてから爪楊枝を取ります。さあ、あとは詰めるだけ。来週から娘のお弁当も始まります。パパさんのことで社会の厳しさなど娘も不安になってしまった様子。みんな元気になるように、楽しい一日になるように、願いを込めたお弁当。ご視聴ありがとうございます。またね。